にちは、かなみです。今回はアイルランドのスーパーマーケット、コークで一番大きいテスコで、どんな食材が売ってるのかなとかっていうのを紹介していきたいと思います。割と日本食とかも売ってたりとかするので、ね、見るの面白いと思います。それでは行ってみましょう。コークで一番大きい、シティセンターで一番大きいテスコにやってきました。入り口はこんな感じですごい広々としてて、たくさん人がいるのでいつもレジは混んでます。でね、ちょっと食材を紹介していきますね。で、アイルランドといえばやっぱポテトだと思うんですけど、1キロも入ってるのにポテトすごく安くてクラブ会員だと49セントです。テスコにはクラブ会員っていう登録制のものがあって、それのアプリに登録するとこの価格で買えます。で、私はよくね、日本食を作るのにネギを買うんですよ。で、ネギなんですけど、すっごく大きいネギかちっちゃいネギかの一極端しかなくて、アイルランドではね、このネギをよく買ってますね。これがちっちゃいネギ、本当にちっちゃいでしょ。本当にこれも85セント、アボカドも1個だけだったら89セントとかでクラブ会員で買います。この 1.1 キロのこの野菜が好きです。あれとアボカド合わせてレタスとかね、これだけ買ってなんか簡単サラダ作ったりします。で、ドレッシングはね、一応こんな感じで売ってるんだけど高いし、やっぱり日本のね和風サラダみたいなのもドレッシングはないから、私は普通に自分でドレッシングはいつも作ってます。チンゲン菜もあるし、そう、なんかね、葉っぱがいっぱいあるすごいふさふさしたキャベツなの。これがどっちかというと日本のキャベツだと思うんだけど、クラブ会員だと89セントで買えます。このカット野菜がやっぱ高いので 2.20 ですよ、これで。なのでやっぱりおすすめは普通に野菜を買った方がいいんですけど、量が多いからね難しいんだよね。カット野菜を買わない場合はね、見て、このね、こんなにいらないでしょ、人参。どう考えてもめちゃくちゃ重いのよ。2キロだ、2キロ入ってる。で、安いじゃん、2.15 ユーロは。1ユーロにねすればね、もうちょっと減るんだけど、それでもやっぱ人参多いのよ。そうで、49セントになると今度はちっちゃい人参が買えて、これならいいかなって感じだけど、それでもやっぱり多いかなって思いますね。だから野菜買うのちょっと難しいんですよ。この間はこの野菜炒めセットを使って焼きそばを作りました。私はマッシュルームを一時期よく多用してました。これを買ってなんか中の芯みたいなのをくり抜いて、そこにクリームチーズと、ガーリック少々と、塩コショウとかをやってオーブンにポンって入れるだけでめちゃくちゃ美味しい副菜みたいなのができるのでおすすめです。あとね、割とハーブとかも売ってます。で、例えばだけど、これはねコリアンダーだからパクチーなんだけど、ただね、このパクチーが本当にパクチーの味がしなかったのよ。普通にこれよく多用してます。このガーリックペーストとジンジャーペーストで、これがね一応これが日本でいうニラに当たるんだけど、ニラの要素ないぐらい全然臭くなかった。だからアイルランドのハーブは基本的に薄いと思ってたらいいのかなって感じです。こうやって味付けしてるお肉とかも売ってます。私はちょっと一度も買ったことがないので味はわからないんですけど、そう、とにかくね、見て1個の量が多いのよ。でももうこれに慣れすぎちゃって、だって安いしさ、この量にしたらね、多分でこれ1個買って、でもう3日分ぐらいの食事を4日とかね一気に作るっていうのにもう慣れました。で、これがねブラックプディングとホワイトプディングって言うんだけど、知ってるかな。アイルランドの食材なんです。一応なんかお肉っぽいんだけど、実はお肉じゃなくて油で作られてます。ホワイトプディングは完全に油で作られてて、ブラックプディングはちょっと血も混ざったそのやつですね。普通にいっぱいあるよ、ジュース。これはテスコのジュースだからちょっと安いかな。シーフードコーナーです。私はねよくこれをね買います。この3 for 10ユーロっていうのは3つ買うと10ユーロで買えるよってことで、1個4ユーロだから結構お得に買えます。私はねこれを買ってよくエビチリを作ります。私がね他にねアイルランドでよく作る日本食がありまして、これです。サバです。
私はよくサバの味噌煮を作ります。全部骨とか取れてるからほんと簡単です。あとお弁当コーナーなんですけど、私はこの 3.95 とかのねテスコのカレーライスが好きです。これがねおすすめってわけじゃなくて、単純にどのカレー食べたか覚えてないんですけど、結構美味しいので、これだったら2個買って5ユーロだから、これのことかな。全然ねそんなに高くはないよね。これはちょっと辛そうな、わかんないけどブラックビーン美味しそうだね。結構スープがたくさんあった、アイルランドのスーパーには。そうそう、この2ユーロのマッシュルームのスープと、あとはこの、トマトフレッシュみたいなスープがおすすめです。何かっていうと、私はこれに加えてライスを混ぜて、なんか若干リゾット風みたいにするすっごい時短料理が好きです。あとアイルランドは何よりチーズの種類も本当豊富ですよ。アイルランドのヨーグルト普通に安いんですよ。私が特におすすめなのはこのグリークヨーグルトです。1.29。ピザね。ピザはね、私のホームステイの動画を見てくれたらわかると思うんですけど、本当にアイルランドの人ピザは大好きでよく食べてる感じがします。何より冷凍食品はやっぱ安いんですよね。見てる感じ安くないですか？このラザニアとかも 3.25 とかだし、あとシェパードパイ、これはアイルランドだよ。でこれを 2.85 で買えるし、何よりピザが安すぎる 1.75 とか、ラズベリーとか普通に安くないですか？どうですか2ユーロって。いや普通にさ、ホームステイの家にはあったよ、こんなのがいっぱい。本当にテスコのアイスなら 2.19 でこの大きさですよ。やばくないですか？ミルクでかすぎるやろ。ミルクこれ 2.09 とか、特に高くないよね。なんか日本のねミルクに比べてアイルランドのミルクはフルファットミルクでもサラサラしてる感じがしますね。重いしね。車さないじゃん、留学生活しんどいよこれ持って帰るの。でポテトすごいな、ポテト本当にフライドポテトもだいたいアイルランドの家には必ず冷凍庫にあるような気がします。あとこういうお豆も好きなのよね、この国の方たちは。こうやって露出されてるパンがいっぱいあるんですよ。このさ、わかるかな、大きさ伝わるかな。そう、こんなに大きいのに 2.50 です。安い。あとね、ホームステイみたいなシェアハウスに住んでた時があって、その時私そこのね、家主が本当に苦手だったんですよ。でクッキングしてたら絶対に合うから、なるべくクッキーの時間をね短縮するためだけにこの99セントのねパンにめちゃくちゃお世話になりました。これ買ってゆで卵作ってハム乗せてマヨネーズとケチャップかけて食べて終わるっていう、めちゃくちゃ簡単な料理ばっかり食べてました。あと普通にお菓子、マフィンとか、こっちもスイーツですね。美味しそうだね、ティラミスとか。 4.70 ちょっと高めかなって感じだけど、量がね半端ないのですよ。じゃじゃん、重いずっしり。89セントとかで豆乳とかも買えます。ここら辺はピクルスだとか、ピクルス安いよね。ハーブとか売ってます。ハーブはあんま使うことないんですけど、このガーリックは結構使えますね。1.85 とかかな。若干高めではあるけど、これね完全にペーストされてないガーリックなので、そういうガーリック使いた時の料理にかなり便利です。チリパウダーとかもね七味の代わりとして買ったりします。あとケチャップの量もこうやって見ると半端ないな。こんな感じでいろんなソースがあるので、マヨネーズね、マヨネーズももちろんよく買いますよ。あとオイル、オリーブオイルは普通に日本でも高いかなと思うんだけど、サンフラワーオイルかベジオイルを使いますね。 1.55 とかそんな高くないよね。そう、このそばっていうシリーズのカップ麺が普通に美味しくて好きです。これね量そんなに多くないけど、普通に日本のね焼きそばと同じ味するから、カップヌードルのおすすめです。クラブ会員だと2 for 3安いね。私がよく買うのはこれ。そう、これね普通に割とちょっとだけ水多めにするとふっくら
するのでおすすめです。これ私テスコの方が好きです。なんかリドルのやつよりもテスコの方が美味しかったかなって思います。あとはたまにすごい疲れてる時とかはこういうチンするライスを買って食べることもあります。チンライスは味がこうやってねついてるやつもあるんだけど、あんまりねそんなに美味しいってなんないから、もう普通にこういうのを買って日本から持ってきたふりかけをかけたりとか目玉焼きと醤油をかけて食べたりとかするのが個人的にはおすすめです。あ、そう、ここがねアジアンコーナーですね。いわゆるそう、ここでよくたまに贅沢をしたい時に寿司ライス買います。日本のお米が食べたい時やっぱ高いんだよ。さっきのが 1.5 ユーロとかなのに対して日本のお米は3.75ユーロでしょ。あ、でカレー普通に美味しいよ。カツカリー、まあ 2,3 食は全然いけるかなって感じ。あとは照り焼きソースがあったりで、ソーヤソースここに2ユーロってあって、でちっちゃいのこれあるんですけど、私は個人的におすすめなのがこれです。これ日本じゃなくて多分中国とかだと思うんだけど、 2.60 ユーロで 500ml 入ってるので普通の調理をするときにめちゃくちゃ使います。でスパンポークが買えるんですよ。1回だけ買ってめちゃくちゃ美味しかった。こんな感じで日本のとかもちょこっとテスコでは買えます。あとはこれはライスビネガーの3ユーロぐらい。これはお酢ですね。海外の人といえば大体パスタです。アイリッシュブレックファーストにも必ずついてくるこの赤い豆、あんまり個人的には美味しくないです。あと私がねよく作るのはこの小麦粉を使ったお好み焼きです。お好み焼きはもうめちゃくちゃ使えます。だってこのねフラワー買ってお好み焼き何個作れるのってくらい作れるからね。キャベツと卵買ってね、まあだしの代わりに醤油使っても良いし、私はよくねラージの卵を買えますね。こっちがラージで一応で、これが一応ミディアムで、もう本当にちょっとだけサイズが違う感じなんだけど、ラージの方がいいかなって感じで買ってます。これはアイリスの朝食ですね。完全にホームステイのイメージがもう植え付けられてるので、ここで私の3つおすすめのお菓子があるので紹介します。まず1つ、これ79セントのタコチップス。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。安いのに塩っ気もちゃんとしててサクサクで美味しいです。私ポップコーン大好きなんですけど、このピンクのやつがめちゃくちゃおすすめ。ピンクのはスイートエンドソルト、最高じゃない。甘くて塩気があるっていうキンダーブエノです。これ日本では見ないんじゃないかな。このチョコレートめちゃくちゃ美味しいです。中にヘーゼルナッツクリームみたいなのが入ってて、もう一瞬でとろけるような感じですごく美味しいので、ぜひぜひ皆様買ってみてね。なんとこれはレジ待ちです。いや本当にねレジの数もねめちゃくちゃあるのにもかかわらず、いつもこれぐらい並んでることが本当に多いです。レジがねどんな感じかっていうのもちょっと紹介しますね。でまずねここにレジに立ったらスタート普通に押します。ただ普通に、スキャンをするだけです。こんな感じでクリスプ 3.49 って出てます。今クラブ会員かざしたのでね、ここにクラブカードのマークがついてます。なのでこれでね Pay Now って押すとトータル費用がなんと 1.50 に 1.99 も安くなりました。はい、なのでクラブ会員カードめちゃくちゃおすすめです。で私はカードで支払うので普通にカードをピッと押します。でここのカードキーのところに、スマートフォンにカードが入ってるの、それをタッチします。こんな感じでロード画面になりまして、で、私はレシートを、今回は ES にしてみると、普通にここからレシートが出ます。でここにもちゃんとね安くなったよっていうのが書いてありますね。はい、アイルランドのスーパーの食材を紹介してきましたが、日本と比べてどうだったでしょうか。そんなにねすっごい大きな違いはないとは思うんですけど、やっぱり野菜の一つ袋の量がすごく多かったりとか、日本と比べたらもしかしたらちょっと高いとかあったかもしれないですねでもねなんか日本食はね普通に結構私
アイルランドで作ってるので、そんなに不満はないです。強いて言うならやっぱ普通にね、その日本の調味料とかが買えないことの方がちょっと作るの大変だなって思うことは結構あります。なのでね、需要があればその私がアイルランドで作ってる日本食どんなのかなとかっていうのとかも、ね、今後ね紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンを忘れずにお願いします。ブログもやってるので、そっちとかにもねYouTube ではまだ紹介してないこととかも書いてたりするので、ぜひぜひチェックしてください。でまた最後になるんですけど、私はアイルランドの語学学校で今アルバイトをしていまして、で私の語学学校に来る学生さんは無料でアイルランド留学をサポートしています。なのでそちらについてもね、気になる方はぜひ私のインスタグラムないし、これから概要欄にメールアドレス貼るので、ぜひぜひねお気軽にお問い合わせください。そんな感じで今日は終わりにしようと思います。また何か撮ってほしい動画のリクエストとかあったら教えてください。じゃあまたね、バイバーイ。